coffee? こんばんは。大丈夫かな？ちょっと遅くなりました。こんばんは。いや、なんか台風がね、来てます。本当明日、小学校運動会だったんですけど、やっぱさすがに雨で延期になりましたけれども、皆さんのところは台風大丈夫ですか？なんかこれからね、またひどくなったりするような感じがありますけど。すごい雨降ってますね。降ってきましたね。ちょっとごめんなさい、ね。Good evening. How's your coffee? Okay. いやー、全然関係ないんですけど、こう YouTube ライブ、私たちがもう本当に好きなように、ありがとうございます。こんばんは。私たちが好きなように、こう喋って、やらせてもらってて、なんだろう、ストラテジーもない。ただ喋ってるだけっていうような、ものなんですけど、でも実は93人ぐらいの方が、チャンネル登録をしてくださってることを知って、なんかこんなにチャンネル登録してくださってる人がいると思って、佐野先生こんばんは。ちょっとびっくりしちゃいました。ね。なんかありがとうございます。チャンネル登録していただいてる先生。Yeah. なんか知らない間に93人ぐらいチャンネル登録をしてくださってる方がいて、なんとっていう。Are you sure that this is that interesting? 千夏さんこんばんは。千夏先生、hello. そう、なんかありがとうございます。ね。Yeah. いいのかなと思って。でもなんかこう93とか見ると、100行きたいって思っちゃうない？思っちゃう。ね。100行ったらなんかやろうかね。パーティー。パーティー。ポップ。そう。Out of interest, how many subscribers do you need to get for YouTube to start paying you money? 1000じゃない？ 1000. いや、それは考えてない。いや、本当だったら。Can we get 1,000? いや、本当だったらさ、こう YouTube 向けに、なんか10分とか15分ぐらい、ちゃんとトピックを絞って、撮影して、こう、やるとね、いいのは分かってるんですよ。ただね、結構忙しいんです、私たち。で、それをこう投げてもいいんだけど、Yeah, so I've subscribed to a few channels of areas that interest me. Right. And they're not very famous people. But yeah, you check and they've got like 26,000 subscribers とかさ。そう。でもあれはほらやっぱりこうライブを見る人って少ないじゃない？ライブのライブにこんなに来る人って珍しいし、ライブしかやってない私たちも珍しいらしいよね。でもなんか喋ってるのがなんかね、本当にお茶の間公開みたいな感じなんですよ、この YouTube は。申し訳ないんですけど。いろんなことをね、二人で話してて。いいのかな？たまに思ってるんですよ、そうで、二人で話してることを、なんか聞きたいっていう方がいて、なんか一回ね、私とマッシュがよく2時とか3時まで教育の話をばっかみたいに、何が変わるかわかんないけど、ばっかみたいに話してるっていうのを言ったら、もうそれをずっと見てたいって言っていた人がいて、そんなに見たいですかっていう風になってね。だったら、見せるみたいな感じもあって、ね、始めちゃったんで。いや、本当はね、ちゃんとこう、ね、タイトルもバーンとか YouTuber みたいにやればいいんだけど、そういうことしないのもあっていいかな、みたいな感じで。みのり先生、こんばんは。みのり先生、good evening. そう、でも本当にいつもありがとうございます。皆さん、本当にありがとうございます。こんなお忙しい。Playgroup keeper, good evening. 有料の間ありがたいです。そうですか。ありがとうございます。そうよね。結構有料級のこと言ってるかもしれないね。あんま気にしてないんだけどね。気にしてない。喋りたいこと喋ってる感じですけど。でも、なんか、ラジオ聞いてるような感じで、後から
聞いてますとか言ってくださる先生がね、結構いて。Yeah, somebody was saying that they listen to us while taking a bath. クッキンじゃないの？ What time is it? 9:30? クッキングじゃない。クッキングじゃないよ。いや、ほら、次の日とかさ、ライブじゃなくて、後でとか。If you're in the bath, please take care. All right, don't drop your phone in. まあ。はい。まあね、そんな感じですけど、本当いつもありがとうございます。で、こうやってね、ライブチャット来ていただけると、嬉しいですね。Extremely. We are so grateful for the chat room because リアクションが全然わかんない。Yeah. It reminds us that we're not alone. そう。ただスクリーンに向かって喋ってるだけだけど、反応があるとちょっとね、やっぱり。やりやすいし、なんかこうコメントがあると、そういえばこういうことも話しちゃおうかなみたいなことも出てくるし。吉野先生。こんばんは。ありがとうございます。はい、ね。How was your day? 今日ね、結構、朝からセッションがあったりとかして、バタバタしてましたね。ちょっと英語とは違う話だったんですけど、その方はね、セッションっていうか、いろんなことを話すお友達なんですけど、プロのマーケットをやってる方なのね。マーケットをやってる？そう、マーケット。What does that mean? マーケティング。マーケティング。うん。でも言ってたのが、マーケットも、時代とともに新しいツールが出てきて、いろんなことを、じゃあ今度あれやってみたいなのがあるけど、一番大事なのはマインドだよねって話にやっぱなってね。で、実は養成講座の中でも、何を一番最初に伝えるかってマインドなんだよねみたいな感じで盛り上がってて。そう。Right, which reminds me that the third session is next week. 4期。そうね。次の次。次の次。うん。次はほら、戦果。Right. うん。So we've got 戦果が始まりますね。戦果が始まります。はい。This is new for us. I'm really excited about this because I don't know if you've seen the video that we made. I tried to explain it as best as possible, or as best as I could. 内容, the contents of Senka should really be in the Yosei Koza because we go quite deep. We go, it's quite well organized, the content. So it just fits very well into the Yosei Koza. But the fact that we're opening it up to other teachers outside of the Koza is, I think, a really exciting opportunity for teachers who weren't able to sign up for Yonki, right, but to come and get a taste. そうね。You know? イングリッシュアップリフトってこういう感じっていうのがわかるからね。Yeah. リトリート来てくださった方は、わかるかもしれないけど、リトリートあれ特別だったからね。That was quite unique, the retreat. The contents was not overly unique to the retreat because we cover that in the Yosei Koza, but just the atmosphere of the retreat was so good, wasn't it? そう。ミキコ先生。ミキコ先生、good evening. そう。Right. So. そう。本当はね、養成講座の中にも入れてよかったんだけど、いや、なんでね、入れなかったかって話を先にしようかね。なぜ入れなかったかっていうと、私たちがものすごくイングリッシュアップリフトを大事にしているのは what for なんですよ。何のためにやるかっていうことをもう徹底してるんです。講座の中で5ヶ月間。なので、その what for ってね、ものすごく大事なんだけど、先生方も分かってるんだけど what for 抜けちゃうんですよ。で、どこに行くかっていうと how to に行っちゃうの。だから how to ばっかりやってしまうと what for が抜けてしまうので、講座では what for をどんどん伝えていってるので、
その歌をとかチャンツをどう使うとか、絵本をどう使うとかいうのはハウツーになるんですよね。ただ、そのも what for があってのハウツーだから、もちろん講座にいればいいんだけれども、もうそうなるともうものすごい時間かかっちゃうので、で、It would never end. そう。だってさ、変な話ね。フォニックスだってなんだってやろうと思ったらいくらでもできるのよ。ただ、私たちが一番大切に思ってるのは、YouTube でも言ってるし、いろんなところでもお話しさせてもらってるけれども、プラクティスからユースにするっていうね、子供の発話をね。もうプラクティスばっかりやってるんじゃなくて、子供が英語を使うっていうことをどういうふうにさせるかっていうことをものすごく考えてるわけですよ。台本だってもういろんな読み方はまた今度ね、セミナーやりますけど、使わせるってどういうことっていうことをやっぱりね、伝えたいんですよね。なので、そういうところを、お話ししたいなと。だから多分ちょっと違う、今まで、もちろん聞いたことがあるようなやり方もあるかもしれないけれども、イングリッシュアップリフトが大事にしてるのは子供の口とか子供の頭から出てくるアウトプットにつなげるためにどうするかっていうことなので、ね、そのテイストをね、知っていただけるかなと思います。So the topics are、the basics for beginning teachers. そう。これもね、あれなんですよ。子供に英語を教えてる経験が少ない先生もね、いらっしゃるし、もう10年、15年教えてる先生もいるし、うちの養成講座って本当にね、経験値がバラバラなんですよ。で、子供にこれから自分は英語の先生やってるなくて、ちょっとだけやったことがあるって人もいるし、あるいは今回からちょっと初めてね、あったので、やっぱこれはちゃんとやっておいた方がいいなっていうことで、ちなみにちょっと話をすると、その最初のベーシックのところは、本当にどういう教育をしていくのかっていうことと、どういうことを先生が知っていかなきゃいけないか。Right. And then what do you need? そう、あと必要なものとか。Right. In order to achieve that goal, what do you need? 準備しなきゃいけないものとか、先生が知っとかなきゃいけないこととか、先生が練習しといてほしいこととか、あと、教室どういうふうにするとかね、レイアウトがどういうふうにした方がいい。Interesting, isn't it? 細かいんだけど大事なんだよね。It is. The layout of your classroom can have a huge effect. 篠先生。千春先生じゃないです。そう。The layout of your classroom can have a huge effect on the output of the students. そう。本当に、どういうふうにね、教室を作るかっていうのにも、子供たちのアウトプットにもうすごい影響があるんですよ。そういう話を。Even to like what desks you use. Do you use desks? Do you not use desks? What kind of chairs you use? そう。そういうこともね、お話ししたいなと思います。だから実際やってる先生が、こうじゃなきゃいけないっていうのはないんですよ。こうじゃなきゃいけないっていうのはないんだけど、こうすると子供の発話が上がるし、子供の、セルフエフェクシーも上がるよとか、そういう話をね、させてもらうと思うので、あんまりそういうのないよね、他にね。Probably not. じゃないかな。聞いたことない。Well, I think there's a lot of how to. In other places of like seminars and things like that for beginning teachers. Right. How to. But very little what for. はいね。So. そう、楽しそうなゲームとかアクティビティとか、楽しい歌とか新しい新曲とか、面白いなっていうのはあるけど、で、それをやって、その次どうなんのっていう、いつも言ってますけど、教育がね、点で終わってるんですよね。一個一個やってるものが、実はゴールに向かって線になってなきゃいけないから、その線っていうのはどういうふうになるかっていうと、その先生のポリシーなわけですよ。That's right. そうで、what for のポリシーみたいなのがしっかりあると、同じ歌でも、同じ絵本でも、同じゲームでも、使い方がもうガラッと変わるはず。なので、そこをね、この戦歌では、お話ししたいなというふうに思ってます。I remember starting off as a teacher, just
dreadful. So yeah, I got my first teaching job in a small English conversation school in Sumidaku. あれ愛媛じゃなくて Well, actually, 最初愛媛でしょそうなんだけど、最初はSumida. Okay. But then I'd only started working there for like 3 weeks or 2 weeks, and then I got this offer in Ehime. And so they had given me all the training and stuff at Sumida, but I had to say, I'm really sorry. So you changed the company? I changed. I 知らな changed. かった。そうかそうか。 And I went to Ehime, and I was teaching kids sometimes in their homes, Right. and sometimes in one of 2 locations in this small conversation ちょっとそれ school. 初めて聞いたかも。But the reason I wanted to take this particular offer was because the position came with an apartment and a car, Wow. right? In Ehime. よくない？そうでしょ？だって住むとこと車好き。So, and I'd only been in Japan for like a month or 6 weeks, and I found this particular job. 行っちゃうよね。行っちゃうよ。だってお給料もらって、それプラス家賃払ってくれて、しかも車も。そう。そりゃいい。That's where I met my friend Jim. That's where I met Jim. ワイン作ってる。ワイン作ってる Jim. That's right. そうなんだ。I see. Yeah. I see. So yeah, we were both teachers right. at that particular school, and we were like living together in this apartment. It was right. so much fun. Anyway, so that's where I started. But then I came back to Tokyo, and なんでそこに戻ってきたの? The guy was a little bit strange. The owner of the school was a little bit strange, and まだあんのかな? I don't think so. I don't think so. And yes, it's some unfair practices and stuff like that. And so I thought, well, and my friend Jim left, and I thought, well, I might as well make my way back to Tokyo. I'd been there for like 3 months, and I was only on a working holiday visa, so I did kind of want to see a bit more of Japan and kind of make my way back to Tokyo. So I did a bit of travel through Kyushu and Osaka, and then went back to Tokyo. And I felt so bad in having left that school, right? That in Sumida, that just totsuzen, I just went back to the school for aisatsu. Right. And I walked through the door, and all the staff were having a meeting. It was like a meeting in progress, and I just like, hi, and they're like, Matthew, hey, come and join the meeting. So I joined the meeting, and then I started work the next week there, I think. Oh, wow. They said, you come back. We need you here. よかったね。 Sure. And that's where I stayed for the next 12 years, I think. 11 years. 11 years. Yeah. And then they sent me to public elementary schools. Right. So I first started teaching there, and it was just, I had no idea what I was doing. そうなんだ。ちなみに、墨田は小学校だった中学校だった The students? Yeah. Both. 両方 Both. 小中なんだ。 Yeah. Yeah, and there was even like an adult class. あ、そう。 Right. なるほど、ね。It wasn't necessarily just for kids. Right. Yeah. So, but then, of course, I was only really teaching there for about a year until they started sending me to public elementary schools. And I stayed there. So. いや、でもさ、マシューが、その、パブリックエレメントスクールにこう派遣してた会社はね、非常に良かったね。ちょっとびっくりしたよね。先生のクオリティがめちゃくちゃ高いっていう。Right. So there's lots of these 派遣会社いっぱいあるけどね。where they send teachers to public schools. If I remember the name, Interac is a big one. There's loads of them. いっぱいあるね。And our one was, we were quite small, but we had the quality. なんかね、少数制な感じ。いや、私本当にびっくりしたもん。We started with 4 teachers, Hirami. There were the 4 of us. And we made such a strong team together, sharing ideas about teaching and stuff like that. So we developed very quickly. And we were so enthusiastic and so passionate. And our boss was great. そうだね。いい人だったね。 She was lovely. So
it was so much fun coming to work. I remember I got sick, and I wasn't allowed to come to. I think I had measles or something. I had something that was like contagious, and so I rested at home for a week. I was supposed to stay home for 2 weeks, but I came back to work after a week and said, "I'm bored," and my boss said, "No, go home." そりゃそうだよ。移ったら困るからね。So it was great. So we started with 4 teachers, but at the end of the 11 years that I was there, we had 40. 増えたよね。そう。いや、私も何人もね、お会いしたことあるし、その社長も会ったことあるんだけど、いや、本当に良かったね。The school in Sumida does no longer exist. What happened was our boss, because the public school sector was, and the huck into public schools was so successful for her, she decided to close the in-house classes. So there was no more school there, and she became exclusively a send-out hakken geisha. And then a few years ago, she sold the business to another hakken geisha. そう。だからもう全然違う会社になっちゃったね。Yeah. 小さい教室があったよね。Yeah. 2階の、ね、ところにね。Do you remember? Yes, I do remember. So I recall very well my first teaching experience. And I wish I had known what I know now, which of course is not possible. Right. But so if you're a beginning teacher, what we want to do. あれがあったから今のマッシュが、あれがあったの、あれっていうのはね、やっぱり、先生たち同士でいろいろディスカッションしたり、ああだこうだとかアイディアを出し合ったりっていう、チームで動いたっていうのはやっぱ大きいよね。一人じゃなくてね、みんなでね。で、もう一つは面白かったのは、いい教育をするために何ができるかっていうことをすごく考えてて、で、小学校の子供たちに見せる、じゃあ動画を作ってみようとかね、いうのも、ああいうのがいいんじゃないか、こういうのがいいんじゃないかってすごい作ってたじゃない We did. ね、もうすごいやってたよね。We did. またね、それが面白くてね、でもそんなにやる人っていなかったからね、当時。だからね、本当になんかね、私、ほら前も言いましたけど、小学校、私は日本に帰ってきても一番最初の現場が千葉県の小学校だったんですけど、もう、日本人よりもネイティブっていう感じだったじゃない？地域の英語のできる人とか言っても、なんかステータスがない。全然違う。Terrible. ひどくない？ひどい。私だってずっと学校で教えてた先生なのにさ、なんか、アメリカでプラマーやってたような人とかのが給料もらってる額違って、本当は、まあそれはいいんだけど。Oh, it's unfair. ネイティブってだけでも。And it contributes to the problems in the system. 絶対。それにね、それなりにいいお金もらうからもうバカにしちゃうんだよね。なんか日本人英語できないし、まあ向こういるだけでお金になるからみたいな感じで、もう完全にロックダウンしてるのを分かってたからさ。Yes. で、そういう人がね、もう私、千葉の学校2、3校行ってから、新宿の歌舞伎町の近くの学校に行ってたんだけど、もうね、行ったら必ずネイティブがいるじゃない？そんなばっかだったの。もう行く先々でイライラしてて。だから本当にネイティブの先生大っ嫌いだったんだよね。ろくなのいないみたいな感じで。そう、だから最初にマシュに会った時も、大丈夫みたいな感じだったし。されたね。そうね。And I felt Who are you? って感じだったけど。Yeah, and I felt the same about her. Like, because my image of English education advisors was that they were all middle-aged, older, and in walks Hirami at Dairoku Nippori Shogakko staff room. 30代だったからね。Yeah. いや、今思うとすごくない？すごい。まあいいんだけど。そう。だけど、そうやってマシュを通して、マシュの授業を見て、まあ、いつも話してるけど、向いてる方向が一緒で、で、そしたら、マシュの会社の人とか他の LT とも話をしたら、非常に、すごい、ちゃんと考えてやってくれてるみたいな、ちょっと上から目線であれなんだけど、いや、そういう、そう。本当にすごくいいなと思ったね。で、その中でね、何が大事っていうときに、その大切なことって今日トピックがあるからあれなんだけど、
人の授業を見るって大事なんですよ。いいも悪いもね。そう。いいも悪いも、意外と先生方って、他の人の授業って見たことなかったりしません？で、私たちの、なんていうのかな、大きな違いっていうのは、その英会話講師を何年やってるっていうのと、一番違うところは、授業の数と種類。それこそほら、小学校1年生から6年生まで、しかも、4クラスとかね、いうとこもあるじゃない？で、それ全部を十何年見てきてるわけ。だから、その授業をやる数もそうだけど、子供の生徒数で数えたらものすごい数になるから、数えたことないけどさ、何千人になるよね。でもそれやっぱ見てきて学んだことってすごく多かったな。One stage, I was teaching every student in 中央区。そうだよね。中央区全小学校一人で1年生から6年生まで全部やったもんね。I went to a Monja restaurant. もんじゃ焼きね。Yeah, a couple of years ago. And 生徒が。Yeah. Tencho said, Mashu sensei. 店長がね。Yeah. I'm like, yeah, who are you? No, I went to Taimei Shogakko or whatever. So. ね、ほんとね。Yeah, so the first Senka involves I lived in Chuoku when I was a child. Okay, because I don't really want to embarrass you by asking how old you are, and I'm not going to that. But were you perhaps 無理だよね。いや、本当あなたが先生をやっているところではないと思う。ないよね。いや、わかんないよ。Because it was, how many years ago? I was there from like 1996 to 2000. 4年間中国ね。だってさ。OK、よかった。だってそんな、年がいくつ離れてるって話。でも。ありるよ。そうだね。できる。まあ、it just depends on how old she sensei is. I'm sure she's not going to share her age. You're very welcome to, but Chuoku was a very interesting place. It's very small, ku. そうね。And I don't know if you know this, but like they've got 4 junior highs, and those kids go to Australia every year, and it's paid by the ku. でもあるよね。瀬戸がなんかあったよね。So for some reason, Chuoku has lots of money. Somehow っていうか、あそこはあるでしょ。Business, maybe business tax or something? I lived in Hokkaido. At the time, I lived in Hokkaido. Okay. Yeah. And some very old schools, very famous schools. Taimei Shogakko is there, of course. Hojo, near Tokyo Station. Yeah. Tsukishima Shogakko. はい。まあ結構ね、行きましたよね。It's a lovely area. So this Sunday, we're sharing information for beginning teachers. そう、中国はお金持ってるよね。そう。中国の小学校って、中国在住の子じゃない子もいるからね。Yeah. I think about 80% of kids who study in Chuoku's elementary schools come from outside of Chuoku. そう。Yeah. 意外とね、そこにレジデンスだからっていうわけではなくてね、中国じゃないとこに住んでる子供も中国に来てたりするからね、小学校だけは。So, yeah, all those years ago, and I had no idea what I was doing, and thankfully, we are in a position to share
what we've learned since then. そうね。To share with other teachers to hopefully they don't go through the same problems. So that's session 1, isn't it? Senka 1. Senka 1はその具体的にあるけどね。で、まあ今日ちょっとせっかくだからさ、その大切なことの一つとして、お話ししたいなって思うのはね、そう、じゃあ他の先生の授業をなかなか見ることがなかったとする場合、どうするんですかみたいなのあるじゃないですか。で、私がね、自分で、初めて先生をやろうと思って、子供に英語を教えるようになろうと思って、やり始めたときに、まあ、皆さんご存知、もともと私は日本語教師だから、日本語教師からスタートしてるから、まあ、同じようなことやればいいんだけれども、まあ、当時は前も言ったように、英語はこう教えなければならないシャワーを浴びていたので、ものすごく怖かったのね。大丈夫かな？これでいいのかな？みたいな。なので、何をしたかっていうと、私ね、鏡の前で一回自分で授業したんですよ。家で。そう。なぜかというと、日本教師になるときにね、自分の授業を、いわゆるプラクティスの授業ね、実習を全部ビデオに撮って、チェックをしなきゃいけなかったんだけど、もうそれが本当辛かったの。で、その時によく言われたのが生徒の発話を拾ってないとか、なんか立ち位置がちょっと端っこすぎるとか、なんかもういろんなことがあるわけ。だから子供たちからどういうふうに見られるのかなっていうことをすごく気にしてたの。気にしてるとか大切にしてたんですよ。だから、それこそ、一つのカードを貼るのにも、どこがいいかなみたいなのも、一回、家のね、姿見に出しながら、窓のところにね、こうやって練習をしてた時期が結構ある。すごい。真剣ですね。はい、真剣。何それ。真剣でしたわ。だって初めて教えるときって緊張しませんでした？ Yes. もう忘れちゃったかもしれないけど、ねえ、だってナイスミーチューなわけだから、ナイスミーチューで Who are you? みたいな感じで見られるわけだから、どうやって子供たちにアイスブレイクをしようかなとか。In my very first lesson, I spent about 2 hours preparing it. And it was finished in 5 minutes. I had nowhere else to go after that. I had no idea how long 50 minutes or an hour is. もう想像わかんなかったですよ。わかんない。どうしたの？もうあっという間に終わっちゃった。So, it was finished in 5 minutes. And 新人講師の頃、鏡の前で一人でロールプレイをよくやってましたね。そうだよね。すごい。川井先生もね、そうだよね。そうそう。意外とこれね、意外とっていうか大事。鏡の前でやってみるって、ね。I had no idea how the kids would react. So, that was a big problem. Right. And so, what I thought was easily going to be an hour of material was finished in 5 minutes. And I had nowhere else to go. What did you do then? The observing teacher, who was responsible for training me, she took over. よかったね。Yeah, and she said, have you thought maybe like an activity like this? And then she put like flashcards on the board and had kids come up and run and touch stuff like that. I'm like, oh, yeah, that's a good idea, isn't it? You know? そうね。Yeah. そう。なんか最初の頃はね、もうすごく。But she was really nice. Yeah. She laughed. Right. でもそうやってさ、助けてくれる人がいたからいいけど、私の時はなかったからね。もう今でも覚えてるね、初めてやった時のこと。とりあえず、その当時はさ、とりあえずうちも英語活動やってみたいんですって。で、1年生から6年生までいるんだけど、3年生と4年生の担任だけ英語やりたいっていう人だったの。あとはなんかもうそんなやりたくないみたいな感じで。でも3年生と4年生だけその日本人の先生とか自分たちも何かできるんじゃないかと思って英語活動やりたいって言ってて、じゃあ、カナ先生来てくれるんだったら、ぜひみたいな感じで、もうだって行きますみたいな感じで言ったけど、まあ、緊張したよね。ほんと緊張した。でもまあ、大体予定通りに行って、
で、子供たちがね、ほら、感想文とか書いてくれてさ、またいいこと書くから、Yeah. もう泣いちゃうのね、何回見ても。Yeah. みたいな。 So when I was teaching in Chuoku, I was very fortunate because I was teaching every student in every school. Each student could only have 3 lessons a year. 少ないのね。At that time, okay? So this is at the beginning of Sogo Tekana Gakushu Jikan. And 3 lessons of the year was English time. So lesson 1, lesson 2, and lesson 3, basically. And all the Ichinenses in Chuoku got the same lesson. So I had lots of opportunity to do the same lesson over and over and over again. And that's how I was, you can develop it. それあるね。Yeah. それあるね。So we had made Right. a 6-year program with 3 lessons in each one. So there were only 18 lessons. そうだね。So it was a very easy, in that way, easy. Right. But it was very frustrating that you were at one school, you were there for 2 or 3 days, depending on the size of the school, and then you had to go to the next school and the next school. So it was a bit hard to make decent relationships. そうね、そうね。なかなか深くはできないね。And I must say, it got a bit boring because it was the same lessons. そうね。そうね。でも But that experience was a very useful experience. そうね。If you can do the same lessons a couple of times, even now, a week, if you've got similar age students who come on different days, you can try the same lesson and you'll find you'll be developing it. そうね。Finer. でもそうだね。私もでも結局、最初は、こう、1回、2回みたいなところで行ってたけど、だんだんそこにこう定着していくようになって、他にも行くようになって、そうすると同じレッスンをやってみて、この間こうだったからもうちょっとこうしてみようかなとかやってみたり。でもそうやってこうしてみようかなと思っても子供たちが違うからまた違う反応が来たり、何が正解かわかんないけど、でもそれで結構鍛えられたっていうのはあったよね。だからね、本当に、でも当時から私やっぱ高学年が好きだった。で、結構、児童英語の先生って低学年のが好きな人多かったんだよね、その時。で、高学年ってこう知的レベルが高いから、なんかそこがね、すごく面白かったんだけど、意外と高学年はちょっととかいう人がいたから、高学年やりたいですって言って結構やらせてもらってたけどね。でもまあそんなこんな言って小学校で、それこそ東京だけじゃなくて田舎の方の小学校もね、前も言いましたけど、なぜか山口県の小学校で教えるという。すごいよね、今思うと。なんで行ったんだろうと思うけど。チャンスが。すごい。いや、でもそれはね、あれなの。ほら、複式学級っていうのかな。例えばほら、5、6年、人数が少ないから5年生、6年生で1クラスみたいな。OK. Yeah. そう。で、そういうところだったんだよね。で、そのサイズの子供たちって教えたことがなかったから、それは行きたいと思って。いいね。で、行って面白かったけどね。でもそういうふうにこう、いろんな小学校、それこそ、新宿歌舞伎町の近くの小学校から、田舎の小学校。That's a great school. That's a great little school there. It's in a very interesting part of Tokyo, but... 面白いのよ。だってさ、あまりにもど真ん中すぎるから、こう、ドーナツ現象じゃないけど、すごいちっちゃいの、学校が。で、しかも、通ってる子供もね、いろんな子がいるのよ。その国籍的にも、親の仕事的にも。だからいろんな子がいたから面白かったし、でもちょっとこう、離れたところだとね、結構ディーセントな、いいエリアのお子さんにも教えたことがあるし、結構いろんな子供たちを見る機会があったから、それすごく良かったんだけど、で、その時に、あれなんですよ。で、小学校を教えるのめっちゃくちゃ楽しかったんだよね。もう先生に協力してもらいながら TT やるのがめちゃくちゃ楽しかったけど、で、前も言ったように、私の時代は TT はあんまり奨励されてなかったから、先生は、担任先生ステイバック時代だったからね。だから、私がメインでばっかりやってて、いや、もうちょっと先生もやろうよみたいな感じだったけど、でもやっぱり自分が授業するっていうのはめちゃくちゃ楽しくて。
でもその時 Even now, I love the feel of elementary schools. The environment. に、この教室の匂いとかでしょ。そう、匂い and the lighting and the corridors and the sounds and the 職員 smells. 室とかね。そう、そうね。Even the sound of the phones. phone? Right, in the staff room. ああ、職員室の電話そう。そうか。でもそう、それでね、小学校こうやっていろいろ教えてたんだけど、まあ、ある方が、幼稚園で教えたらいいよって言われて、で、幼稚園かって、幼稚園行ってみって言われて、で、まあ、なんかご縁があって、私立の幼稚園の、課外、まあ、専科もあったかな。まあ、でもメイン課外ね。英語、園の校舎の、とは別に英語教室の建物があったの。うん。だから子供たちが、幼稚園終わると、そこから英語教室の建物に来て、2つ How many kids were in it? 18人だったかな ?30。And that was 年長 and 年少 all together? うん、違う。年中と年長さんだけ。だからこうやってバラバラやってたんだけどね。十何人いたのかな一クラス。でもさ、ほら、自分はさ、もう小学校でかなり教えてきてるし、もうマネジメント大丈夫的な感じでさ、初めて幼稚園行ったわけよ。もうえらいこっちゃだったんだよね。まず最初は、もう、何しろさ、They don't sit. っていうかね、ただ、言葉だけど、物体的にもちっちゃいじゃない Yeah. もうさ、ちっちゃいだけで可愛くて、Yeah. 可愛いみたいな。Yeah. ちっちゃいみたいな。幼稚園生ってこんなちっちゃいのみたいな感じで。で、まだほら、制服もちょっと大きめの着てるから、こう、ブカブカだしさ、Yeah. うわ、可愛いって思って、こう、結構、メルティングハートみたいな感じだったんだけど、だから、こんなちっちゃい子たちに英語をね、教えられるなんて、もうすごい幸せなんて思っていったら、もうえらいこっちゃでさ、もうそれこそね、中3とさ、もう4月とかさ、無理じゃん。もう、なんか私のイメージは、こう先生が座って、子供たちがこう、輪になって、お歌歌って、本読んで、みたいな、ちょっと有名なね、感じをこう思ってたらさ、まず座らないし。そう。もう、なんかもう。You're like, come back. そう。Get down. Get down. No. Hey, you. Up there. Right? もう、授業にならなかったもんね。わかる。でもなんかほら、やっぱり、そうは言っても、ジャスティンケースいろんなマテリアルを自分でさ、作ってラミネートして持ってってさ、パペツとかもこう、担いで持ってってさ、もう全然子供たちこっち向かないし、もうなんか動き回るしさ、だからもう私も子供があっち行ったら、じゃあ私もあっち行こうとか、子供が行ったらこっち行こうとか言って。もうもう終わった時なんかもう、私は何をやりに来たんだみたいな。何にも英語やらないで終わっちゃったみたいな。すっごいあったよね。でもその時ですよ。こんなに発達段階って大事なんだなっていう。Right. で、小学校の時は自分もほら、日本語教室ちょっと経験もあったし、なんとなくほら、1年生と6年生も体の違いがもう違うし、こう、同じ校舎にいるからさ、こう、なんとなく比べる対象があるからわかるじゃない And also you remember your own experiences, so you kind of know what to expect. Right. でも幼稚園のことなんかあんま覚えてないし、で、もうただちっちゃいだけで可愛いけど、なんだこのクリーチャーみたいな感じになって、で、しかも年中と年長でえらい違うし、早生まれと遅生まれてこんなに違うかっていうのは現場に入って初めて知ったのね。で、こりゃいかんと思って、そう、そこからですよ、発達段階はもう勉強しなきゃと思って勉強したのがね。でもそれを勉強したらね、やっとこう分かったっていうか、なんかこういうこと大事なんだな、みたいな。だからそれを知らないでやったら大変だよなって思うし。で、そのね、それもね、発達段階のこともね、話します。今度ね、専科の方で。本科っていうか、養成講座の中でもやるんだけど、ちゃんと話そうかなと思ってるね、専科でね。意外と大事だなって。で、そこから、ものすごい鍛えられた。
ものすごい鍛えられた。で、小学校で結構自分も経験があると思ってたけど、幼稚園児に教えたことで、なんかすごく成長できたっていう自分がいたんですよ。だから、マシューと出会った時に、マシューは小学校しか教えてなかったから、幼稚園行けってすごい言ってたの。一年でやめていいから、言い方悪いけど、1年でやめていいから、1回経験した方が絶対先生として伸びるからって言って、プリスクールとか幼稚園とか、1回行ってみて、絶対成長できるから。I wasn't interested at all. なってずっと。I thought, well, some of you know, I mean, I'm okay now, but when I first started teaching, to be totally honest with you, I didn't like kids. そうね。the younger, the worst. Babies, dreadful. Right? I can't carry other kids' babies and stuff like that. So I could not see myself teaching in kindergarten ever. Elementary school was just fine. And that was kind of where I began developing my forte, my strength. Yeah. And no, I'm not going to get out of my comfort zone. そう、もう完全にコンフォートゾーン。Yeah. こっち。Yeah. グロスゾーンに行く、グロスゾーンに行ってずっと言ってたんだけど、なって言ってたよね。Yeah, but then she was totally right. Because when she left the public school sector when we were working together, I stayed on for one more year and it was really boring. It was not fun without Hirami. There was no one really to talk to. なんか方向性がね、Yeah, you were replaced by a different English education advisor who I had nothing really in common. And then at that time, the school that I work in now were looking for a teacher, and they were a kindergarten, preschool. Yeah. And what struck me when I started working there was the kids could already use English. And so suddenly I was like a fish out of water. Right. 園児さんのレッスン楽しいですね。園のスケジュールとか、その時のムードとかで全くリアクションとか変わって、一筋縄でいかないやりがいがあるかもしれません。そうなんだよね。Yeah. And so, you've got some kids like watching, some kids running, some kids crying, some kids like wetting their pants, some kids like nodding off to sleep, like, jumping and... And working was the first year at the preschool was very hard. The kids were fine, but I was having some difficulty with some of the other teachers there. そうだから本当にさ、同じポリシーを持ってる人って本当になかったよね。そう、いなかった。だからもうその時も確かにプリスクールとしてやっていたけど、先生と会わなくてさ、もうでも、ほら経験がないから、それこそ私が児童英語入った時みたいに、こう、大先輩、大御所からこうやって教えるもんだよ。こうやって教えるもんだよってこう言われるじゃない？で、私はほら、その時何もなかったから、そうなんだってこう、最初はね、真似してやってたけど、ある程度ティーチングのエクスペリエンスがしっかりあって、対象が小さいだけで、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていうところが、もうそもそも目指してるところが、マシはこういう子供を作るっていうね、小学校なりにこういう大人のを作るためにこういう教育をするっていうのがあるのに、その中の幼稚園っていうのがあるけど、ここが違うからさ、全然合わなくて、もうしょっちゅうお腹壊してたよね。Yeah, that first year. でもさ、行きたくないとか言って、お腹痛いから休むとかって。But from the second year, my manager recognized that Matthew, you could do this yourself. You don't need to be working with another teacher. And that I was really grateful for that because I'm like, all right, well, if I'm going to get it on my own, I've had 1 year experience here, kind of more or less learning the ropes. Right, I'm going to do it my way. And after that, it was just, and of course, I love that age group now. 今大好きだもんね。Those kids are just. いや、だからその子供がね。嫌いだった時のマシュを知ってるわけですよ。で、まあ自分たちに子供ができたらその子供は可愛いけど、それでもなんか、昔はなんか、ちっちゃい子あんまりとか言って言ったのに、もう今となってはさ、もうちょっと出かけて、園児とか、ちっちゃい子が言って、可愛いとか言ってさ、
That's so adorable とか言ってさ、なんかもう。I'm like, you know, look at that baby, so isn't it cute? Right, I never used to be like that. ね、びっくりしちゃうよね。でも、それでもうプリスクールでこんなんやった、あんなんやったって言って全部授業とか見せてくれたりとか、で動画を見せてくれたりとか、で、私もオブザーブ行ったりするんですけど、もうめちゃくちゃ楽しそうだもんね。いや、人って変わるね。変わるよ。あんなに嫌がってたのね。Right. But those kids are pretty amazing, right? すごい。すごいすごい。でもね、それでも、マッシュがこう、一回プリスクールやってたんだけど、ちょっとプリスクール一旦離れた時があったんですよ。Right. で、そしたら何が起こったかっていうと、またそのプリスクールのクオリティがやっぱちょっと、こう、下がっちゃったのね。Right. だからやっぱり戻ってきて、何としてでも戻ってきてくれって言われて、Right. で、戻って、結局また。Yeah, I took a few years off from the preschool and just stayed on for afternoon classes only. そうそう。そうそう。で、2年ぐらいやらなかったのかな？2年ぐらいやらなかったかな、プリスクール離れた？ No, it was longer than that. It was like 4 or 5 years. そんなに離れてた？そうだ。そうだ。で、また戻ってからめっちゃくちゃ楽しそうだもんね。いやー。And so now I work with a team teacher, and she's great too. She's great. So it's so much fun every day. It's really good. でもそれもやっぱりさ、どういう教育をするかっていうところを持つことだよね。で、その、先生として大切なことは、その、今目の前の子供たちだけ見るんじゃなくて、その子が大人になった時のイメージも持ってほしいっていうかさ、なんかほら、例えばこう野球選手になるとかそんなんじゃなくて、ここに来た子供たちは自分が提供しているこの教室で学んだことをどう活かしてくれるかなとかさ、何のために英語をやるのかなとかさ、やっぱりね、どうして自分はこれをやるのかとか、そのやっぱ what for って本当に大事だと思うんだよね。Well, it's not only important, once you've got it, it makes everything else easier. そうなの。これ決まると難しい。How to is easy. もういっぱい出てくるよね。Yeah. But if you keep struggling and looking for the how to and not the what for, it becomes an endless struggle. で、この what for もさ、やっぱり自分の頭で考えて、まあいろんな人の話を聞いたりとかしながらね、勉強しながら、自分の頭で考えてこれだなっていう自分で決めたものを持たないと、人が言うからそうなのかなじゃなくてね、自分の中で納得したポリシーを持たないとなかなか難しいよね。で、たまたまなんだけど、Facebook にね、次世代型英語教育始めようみたいな、なんとなく、こう、コミュニティページみたいなのを何年か前に作って、で、なんか非認知能力なんだかんだとか言って書いてた時期もあったんだけど、あんまりそんなアクティブではないんだけど、まあちょっとその、これからの教育を考えるのにいいようなヒントとかね、考えるトピックとかをちょっと投げ込んでるんだけど、たまたまね、ここにいる先生も何か見てると思うんですけど、日本の運動会のあり方みたいなのを、アメリカと、フィンランドだっけスウェーデンだっけ忘れたけど、の校長先生が見て、unbelievable みたいな。何やってんのみたいな。もうショックみたいなね。の受けてるところ一生懸命校長先生がこういうためにやってるんですって言うんだけど、その what for って誰の what for みたいな。なんか面白いなと思って。なんかこう、今までやってる教育がベースでね、教育とはこういうもんだっていう、このすごくフィックスなビリーフっていうのかな。それは絶対悪いわけではなくて、それもあっていいと思うんだけれど、ここの世界だけじゃない見方があるよっていう、視点を変えるためには、クリティカルシンキングがないといけないなと思うわけよ。Right. で先生方にこのクリティカルシンキングがないと、
正しいとか間違いとかじゃなくてね、Right. これって本当はどうなのみたいな。Right. っていうのを持つことって大事だよね。Right. で、中には、いや、私がそんなね、クリティカルに全然ペーペーだし、そんなおこがましいとかね、思っちゃいけないんじゃないかとかいう方いるかもしれないけど、そんなことどうでもよくて、いつも言ったように正しいとか間違いじゃなくって、本質はどこにあるんだろうって興味を持って、いろんなアングルから、Right. この場合はどうなの？こうだったらどうなの？こうじゃダメなの？とか、どうしてこうじゃなきゃいけないのっていうのを考える力ってとっても大事だよね。Just reminds me. うん。So yesterday, うん。my team teacher in the preschool, うん。 she said, "Okay, kids, let's do this. うん。 I'm thinking of an animal, うん。 and you have to guess what it is. You can ask me any questions, yes or no, うん。 but you only get 20. It's a 20-question うん。 quiz. うん。 What animal am I thinking?" うん。 So the kids went, うん。 put their hands up. Is it a panda? うん。 Like, no. うん。 Is it a lion? うん。 No. Is it an ostrich? No. Is it this? Is it that? And their 20 questions like finished in like 2 minutes. And the manager, うん。 I was laughing my head off. I thought it was funny. This is how we should have, right? I'm not going to, the manager was getting frustrated. He was like, you're right, trying to get them to ask more questions that would, is it big? Is it small? Is it right? Yeah. Is it black? Does it have fur or whatever? 全然 Right? そんなこと言わない。 No. And ピンポイント言った。 right. And my team teacher was also getting a little bit frustrated because she Right. wanted them. So her image of this game was not going. Right. How the game was going was not in the same as what she had imagined. Exactly. Yeah. And she really wanted the kids to think about more Is it deeper brown? questions. And Yeah. right. Big or So small? she was very frustrated, and she was like about to tell him. I said, no, let them get to their 20 questions. Let them lose, basically, in this strategy. Yeah. And so they lost. The teachers won. Mm. And I think the animal was a camel. 出ないな。 Denai. Of course not. Denai. So I said to the kids, all right, this time you watch me and the team teacher. Right. You watch us. Okay, I'm thinking of an animal. うん。 And so my team teacher asked me questions and she got うん。 the animal in 15 questions. うん。 So she showed the kids うん。 what kind of questions you could うん。 ask. うん。うん。 Right? Does it have 4 legs? Does it fly? いやいやいや。 Does it have a long うん。 tail? うん。 And I was thinking of a lizard. Right. また微妙なやつ。 Yeah, but she got it in 15 Oh, minutes. good. And 15 questions. Right. So, but she said, this kind of activity is really good for critical thinking. Yeah. Sorry, I just thought. Right. So carry on. いや、でもほら、まあ、でもっていうか、小さい子供だからね、なかなかいきなりそういう聞き方もできるっていうのを気づかないから、やっぱ最初はこういうふうにしたらいいよっていうモデルは必要だよね。だって何しろまだ、生きてきてからのエクスペリエンスも少ないし、Yeah. 言葉を話すようになってからの経験も少ないわけだから。Besides, I wanted the kids to experience their strategy うんうん。 and まず get や a ってみるね。 result. そうそう。 And then get a result with their strategy. Right. But it was interesting to see how frustrated the manager was in wanting them. He was like, you should try to get more information. ない。 Right? まあ、そこ違うわな。 Right. うん。 But I said, it's all right. Let them そう continue. でもね、絶対こういうふうに聞くなよってすごい言っちゃうよ Yeah. ね。そうでもさ、そうそう子供たちがこうかもしれないって思ってやってるのを、まあ失敗するっていうかうまくいかないと分かっててもさ、あえてやらせてみるっていうのいいよね。うん。じゃあなんでうまくいかなかったんだろうみたいなね。どうしたらよかったんだろうみたいなね。そうなるよね。でもなんかイメージ湧く。なんかもう、それじゃないっていうかもしれない。So one of the kids towards the end, one of the kids was like getting the hints from the manager. Right. And so he said, does it fly? And my team teacher said no. But then the very next question was, is it a bird?
And the other kids were like, it doesn't fly. おかしい。そうそうそう。面白いよ。面白いね。かわいいでも。かわいいかわいい。すごい笑っちゃう。昨日書店で、内申点を上げるノート術、色使いでやる気を見せるポイントアップみたいな本見かけて、What for? と叫びたくなりました。叫びたくなっちゃうね。そう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 。でも本当そうだよね。うん。おかしい。そう、What for って大事だよね。うん。何のためにっていう。何のために。でもよくほら、何のためにっていうと、子供が英語好きになってもらいたいってじゃない？好きになってくれればいいのって。でも好きになるってさ、その人がどう思うかだから、好きにさせられるとかいうの変じゃない？なんか、I make you like it みたいな、変な現象じゃない？よく考えると。Well, this is it. That would be a very strange objective for anything. そう。It's like saying, okay, I'm going to only play Bob Marley until you tell me you like reggae. 変なこと言うね。そう、だからその英語を好きになってもらいたいっていうのはね、やっぱどうしてもそれはね、理由にその英語を教える目標にしちゃいけないと思うんだよね。そんな時点でじゃないと成り立たない。そう、なんか、好きかどうかってどうでもよくて。だってさ、先生方、日本語好きですかって言われて、なんて答えます？ I'm going to keep you captive until you fall in love with me. Right. Right. そう。先生方、日本語好きですかって別に好きでもいいんです。嫌いでもないけど、みたいな感じでしょ？で、ほら、好きだと、好きこそものの上手なれってあるじゃないですかって言うけど、いや別にそんなに好きにならなくたってできることあるでしょっていう。ね。なんか、そんなに特別に思わなくても、いや、例えばね、その学者になりたいとか言うんだったらわかるけど、それってでも、自分が感じることだからさ。Look, but of course it's nice. You want your students to say to you or to say to your mums or say to their friends, 私英語大好き。それよね。それは嬉しいよね。But I don't think they're saying that they like the language of English. When they say 英語が好き, it means they like your lesson. They like coming to, it's like saying 水泳が好き. You know, like, it's not this that they like. They just like going to the pool and having their lesson with their teacher. That's what I think they mean by 英語が好き。でもそれもさ、よくその養成講座の中で言うけど、英語が好きっていうのはすっごく実はベーグな言葉で、Extremely vague. Extremely vague. 英語の何が好きなの？どこが好きなの？みたいなこと言っていくと、多分いろんな答え出てくると思うんだよね。で、そう思うとさ、あんまりそこを先生が子供たちに英語好きになってもらいたいっていうのは、やっぱちょっとなんか余計なお世話じゃない、つまり、そんなに英語好きじゃないって言ったら先生のゴールを達成できなかったっていうことになるじゃない？どうしたら好きになってくるんだろうってなっちゃうとさ、もう、何を教えるのっていうふうになっちゃうのね。できることが楽しいっていうのか、なんか英語って楽しいよねってやるのか、お歌楽しいねとか言って、なんかなんていうの？こう、ごまかしながらじゃないけど、まあいろんな切り口はあってもいいんだけど、なんかね。I think if you focus on fun, you'll run out of ideas very quickly. 疲れる。疲れる。で、よくあるじゃない。英語は楽しいよっていうようなメッセージを出しすぎると、特に小学校ではね、英語嫌いを作らないっていう、またすごい不思議なゴールがあるじゃない？目標が。英語嫌いを作らないね。まあいいんだけど、ということは英語面白いよっていう面白く感じさせるために、ゲーム性の高いアクティビティをするわけよ。で、イエーイとか勝ったとか、なんかやるじゃない？で、それが子供たちにとって英語っていうインプットがなされたら、もう中学校もう即ドン面白くないになっちゃうの。ということは、何が楽しかったのっ
ってなると、英語が楽しいんじゃなくて、英語の時間にあったゲームが楽しかったわけだから、ゲームがない授業は面白くないっていう、Yeah. トランスレーションが起きちゃう。Yeah. And you'll hear the students go, Sensei, game wa? ゲームしようって。Yeah. I never use the word game in my 私も使わない。 classes. 使わない。やった結果、子供が勝手にゲームって思ってる分にはどうでもいいんだけど、Right. Let's play game とか言うな。I've never said that, I don't think. だってさ、いないなんか、Let's play a game とか言って、イエーイとか言う、盛り上がるじゃん。ゲームだって。でも見てると全然面白くないもんないだから始める前だけ盛り上げてさ、楽しそうにしてるけど、実際やったらそれゲームみたいな面白くないのみたいな結構ない。だからあれ見たときにさ、いや、そうやって盛り上げなくたって普通にやればいいんじゃないみたいな。ゲームって言葉に子供が反応するじゃない、イエーイみたいな。なんか、ね。それも一緒だったよね。ゲームって言葉を使わないっていうのも。その時いなかったもんね。みんな Let's play a game とか言って。Yeah, because that was the belief that if you don't tell the kids it's a game, then they won't have fun. そうじゃない。I found that's rather limiting, isn't it? まだあるよ、そういうの。好きになっても、まあ、好きになってくれたら嬉しいけど、好きになってもらうことがゴールじゃないよね。できるようにしてあげなきゃいけないね。じゃあできるってどんなことなの？ Because that's fun. The kids like that feeling. Yeah. So go for that feeling. 結構でもまだ多いよね。I think so. それまさに I'm going to keep your captive. 本当これだよね。そう。Captive until you fall in love with. そう。なんか、目的をね、なんで自分が先生をやるのかって考えたときにも、もちろん好きになるってことがゴールの一つとしてあったらいいけども、そこを目指さない方がいいっていうのは、はっきり言う。好きか嫌い。じゃあ、例えば、私が今ね、ほら、英語の先生をやってたとか、先生の養成をやってるって言ったら、英語好きなんですねって言われるけど、英語好きかって言われたら、なんて答えるんだろうっていう。別に英語フリークでもないし、もっと具体的に言うと、英語の教育が好きっていうのが私にとって、英語が好きなんだけど、なんか、ありません？そういうの先生方も。なんか英語楽しいと思ってこうやってるのはいいんだけどさ、なんか非常に難しい質問だよね。好きかどうかって。Yeah. 日本語好き？ So, no, not really. Well, yeah, that's a really hard question. It's like, it's a tool. Yeah. So it's like saying, do you like hammers? そう、ハサミ好きって。いや、ハサミは、まあ嫌いじゃない。まああったらいいけど、みたいな。なんていうの？なんかすごい不思議じゃない？そう、不思議。なんか英語はすごくそれがあるよね。いや、でもほら、例えばさ、算数の先生も算数好きになってほしいなっていうのもあるんだけど、じゃあ、好きっていうところにはね、何があるかってなったら、やっぱり子供たちが、こう、ちょっと頑張ってね、ちょっと頑張ってできたっていう、この成功感が正しくっていうのはいいと思うのよね。I do think when it comes to Japanese, I think I can identify some aspects of Japanese that I do like. For example, I like kanji. I think it's very interesting. Kanji to me is very interesting. So I like kanji. I also like, about Japanese, I like the fact that you can say so much in just a few words. Right. I love that. There's expressions that you cannot translate into English. Right. So I like parts of Japanese, and I guess maybe people or students would also like parts of English. さ、今ほら、マッシュ漢字好きって言ったじゃない？漢字書ける？ Me? 読めるとかなるとどう？ Yes. Some. I like working with my own kids on their 国語。今ちょっと娘たちと同じレベルでやるのが。Yeah, I love like 2年生、3年生漢字。
And so my daughters forget, what's the kanji for like higashi or whatever? I'm like, goes like this, you know? And I love being able to like show off. で、たまに全然違う漢字書いてて、私にも激怒りされるみたいなね。余計なこと教えんなみたいな。Yeah. そうそう。だからなんかできることが好きな So here is like, 違うなんか一歩多いんだけどみたいな、ね。そうそうそう。あるあるある。I'm like, yeah. Oh, no, It's about the same. Right. It's about the, something like this. You know? そうそうそう。なかなか好きっていうのはね、なかなか。でやっぱりできるようにしてあげたいよね。で、自分はできるんだ、使えるんだっていうところに、こう、自分が自信を持つっていうかね、自分はできるんだっていう子供をどう作るかってことをゴールにした方がいいですよ。それは間違いないと思う。英語に親しんで、あわよくば好きになってもらいたいみたいな、その、なんかちょっと他人軸的な考え方も私違うと思ってるし、だって好きかに嫌いかはその子が決めることだからさ。ねえ。なんかあんまりそこをゴールにするんじゃなくて、先生はやっぱり子供たちがどういうふうになってほしいか、英語を使えるようになるってことはどういうことかってことを真剣に考えた方がいいよね。Yeah. I think obviously you want your kids to enjoy a lesson so that they come back the next week and the next week and they don't quit. So in that respect, you want them to enjoy your lessons. But I think you're digging yourself into a hole if you provide enjoyment through game-like activities only. So, man. You'll get much more genuine satisfaction by having kids use English. You know, if you focus on games, it's like giving kids too much sugar. なるほど。なるほどね。They like it and they get like this. More. But then they want more. もっと面白いな、もっと面白いなみたいなね。Yeah, and they'll go they'll say stuff like, not this game again とかさ。これは面白くないとかね。Right. 負けたから嫌だったとかね。Right. そう。勝ち負けがあるのは結構そうなるよね。大変。勝った子は面白いけど負けた子は面白くないみたいなね。Yeah. じゃあ何のためにやってたのっていう。Yeah. なんでそこで競わなきゃいけなかったみたいな。そう。こう、面白いね。結構、いろんなことに対してこれは何のためにやってるんだろうとか、これで子供たちは何が育つんだろうっていうのを考えていくと、授業変わるよね。So, this reminds me of something we did last year in the preschool. We played a game that there was a definite, we had two teams. I think it was boys, girls. And I can't remember what the game was, but it definitely had a winner and it definitely had a loser. And the boys won. And we had the camera ready to film them celebrate. And they were like, yeah! Wow! The girls were. And the girls were like really upset. Yeah. So, but we wanted to get that feeling on camera and so that we could show them and say, boys, look at you. How do you think the girls are feeling right now? So in order to basically to teach healthy competition, right, and winning politely, right, being basically, I think the topic was sports. So we decided to have the kids experience sportsmanship. Right. Sportsmanship. Yeah. By learning how to win and learning how to lose politely. Right. 両方の気持ちをちゃんと分かるってね。そう。And ever since then, whenever we've had some sort of activity where there has been a winner or this team were faster or whatever, which we don't often do, but if we ever do, the losing team always says, good job, congratulations.
and the winning team always says, good try. お互いに、ね。お互いに、yeah. なるほどね。And they've kind of developed that automatically, right, that they'll do it. いいね、いいね。Yeah. That's nice, isn't it? でもほら、それを教えるためにやるのと、教えるために、そう。それを教えるためにコンペティションするのと、なんか、とりあえず、頑張ったら勝てるよとかさ、なんかそういうのと違うじゃない。No. だからやっぱワーク4なんだよね。It creates too many more problems than it's worth. Yeah. そうなんだよね。Or if you're going to play a game, make sure you cheat. 出た。To give the kids the experience of something's not fair, and so they need to speak up about it and say something. そっちの方が大事だからね。そっちが大事。いるからね、そういう人ね。Of course. Of course. We always say to the kids, if it's not fair, say something. そうです。Don't let it go. そうね。So we had, we did, I don't know, I think the topic of the week was occupations or something at the preschool. And so we gave kids jobs to do. We had a girls team and a boys team. ね、なんで girls と boys で分けるの？We did this because we had boys and girls doing the same job, but we paid the boys more chips than the girls. ディープなことしてるね。And they said, that's not fair. Right. And we said, that's right. すごくない？深いね。We said, that's the situation right now, that men and women can do the same work, but they're not paid the same. So when you guys get big, you have to change that. すごいね。って感じ、子供たち。Yeah, and the girls were really upset. ずるいってね。ずるい。And they were close to crying. And I said, good. I'm glad you feel upset about that. Because it's not fair. So it's everybody's responsibility, not just the girls' responsibility, but the boys' responsibility to change this situation. Right. そうか。Preschool 面白いよ。面白い。You can go quite deep with elementary school, with preschool kids. Deeper than you think. そうね。意外とよくわからないけど、わからないなりに感じてることはあるよね。そうなんだ。そんな悔しいって思って、涙を思う子がいるっていうのは、ある意味いいことだよね。いいこと。それ感じられたらいいことだね。Yeah. まあもちろんね、それで感じない子もいるかもしれないけど、でもそうやって感じる子がいたっていうことは良かったよね。Yes. そう、私ね、実は、この間、ちょっと今ね、なんで男の子と女の子と分けるのって言ったのはね、この間、トランスジェンダーの方の、セッションを受けたんですよ。で、私あんまりなんていうのかな、全然気にしない。まあ、もっと具体的に言うと、ゲイだろうか、レズだろうか、トランスジェンダーとかとってもよくて、で、ニューヨークにいたときに、トランスジェンダーのレズビアンがいたの。いわゆる男性として生まれたんだけど、やっぱり自分は心が女性で、で、女性に体変えて、で、結局、レズビアンだから、付き合ってるのは女性。だ面白いじゃん。もともと男だから女と付き合うんだけど、男として付き合うんじゃなくて女として付き合いたいっていう人がいたの。なるほどね。だ結果的には。すごいね。そう、でもあるのよ、そういうのがね。で、結構そういうのを知ってる。で、逆もそうかな？それも逆もあるよね。例えば。Girl becomes a boy who has a gay relationship. もある。Right. し、別に女性から男性になって女の人と付き合う人もいるし。まあ、この体的に言ったらレズビアンみたいなイメージあるけど、でも男として女性が好きとかね。で、ジェンダーっていうのはどっから来るんだろうっていうのすごく私興味があるトピックで。
で、We're going wildly off topic. あ、ごめんね。そうだよね。これちょっと待って。でもいい、面白い、面白い。いや、今ちょうど気になったから。いや。そうそうそう。I'm just thinking of the topic of tonight. ごめん、全然英語教師と関係なかった。ごめんなさい。でも、keep going. いいね。ほら、でもほら、先生としてさ、Yeah. その子が男か女かっていうのを、こう、聞きたい。はい男か女かっていうのをどう判断するかっていうのは結構センシティブだと思うのよ。でね、その人にね、質問があったわけ、私。いつから自分の性が決まったか。で、その人は女性として生まれたの。だけど、女性として、女の子として生まれたんだけど、ちょっと男の子っぽかったの、やっぱりね。だからなんかこう、ままごとで遊ぶより、車で遊んだりとか、女の子と遊ぶより男の子と遊びたかったとか、あとやっぱ小学校の時にスカートは履きたくないからズボンでいたかったとか、で中学校に行ったらセーラー服はちょっと嫌だなとか、スカートが嫌だなとかね。なんかまあそういうのはあったの。でも自分がその、男なんだっていう自覚をどの辺からしたのかなって思って。って言ったら、今その、私が子供たちにね、もしその、自分のアイデンティティがはっきりしてない子供たちに、もし何か伝えられるとさ、何を伝えたらいいかみたいな、ちょっとディープな質問したの。さあ、彼は、ちょっとよく難しい問題だからわからないけど、例えばこういうことがあるんだって。自分は女として生まれて、でもちょっと男の子っぽいとこがあるし、その男の子の趣味とか、男の子の洋服とか、そういうのに興味があるから、男なのかもしれないって思う時があるんだけど、しばらくしてから、いや、女だったって戻る人もいるんだって。なるほど。つまりね、もっと言うとこう、男装が好きな人、もういるわけよ。Right. 女性として男装したいとか、男性として女装したいってなったら、ジェンダーを変えたいわけじゃないのよ。ってなるとね、やっぱすごくジェンダーって深いなと思って。深い。でも、このね、ジェンダー教育っていうこのダイバーシティをね、やっぱどっかで私教えたいっていうか、知ってもらいたくってね。なんか変なのとか気持ち悪いとかじゃなく、もうさ、何でもいいじゃん、人として。Yeah, and it saddens me to hear some mothers talking about their kids. So, for example, right, we know a young man who goes to the same school as our daughters, and he likes 男の子ね。Yeah. よくラプンツェルのこうね、ドレスとか着たいし、hair and stuff like that. アクセサリーとかつけたい子がいるんだよね。And his mum, who is an acquaintance of ours, well, I'd say a good friend, but we know her quite well. She tells us, oh, 気持ち悪い。本気で言うもんね。Yeah. やめて気持ち悪い男なのにって言ってさ。Yeah. I don't care. そう。いや、でも結構いるのよ。で、いるって話になってね。Well, I heard that if boys, if they go through that phase or that a period of wanting to dress like girls and play with dolls and stuff like that, I heard that they actually learn compassion. It's an important thing for boys to do. Right. そう、それでね、例えばさ、女の子だと、洋服とかでさ、スカートのチョイスもあれば、ズボンのチョイスもあるわけじゃない。でも男の子ってスカートのチョイスがないんだよね。スカート履いた瞬間もう違うって。だそれが、なんかこう、特に男の子から女の子になる時のこのハードルの大きさみたいのがあるんだけど、その人が言ったらね、そうなんだけど、今ほら、お姉とかさ、テレビとかに出てる人っていうのはどっちかっていうとそういう人たちじゃない、だからね、なんか極端なんだって。その真ん中の、なんていうのかな、そう、ショーに出る人間じゃない、普通のインディビジュアルとしてのそこにいる人たちっていうのは、
なんかね、まだ、だいぶね、昔に比べたらだいぶいいんだけど、やっぱまだ偏見っていうか、ある。Yeah. で、しかも、もっと言うとさ、もう性を感じない人もいるわけね。Yeah. 男も女もないし、Yeah. 好きな対象もそんなバイセクシャルとかいう言葉じゃなくて、もう何でもいい人もいるわけで、Yeah. その LGBTQ ってやつね。Q っていうのはクエスチョニングのよくわからない人もいるし、でもそうやって悩んでる人たちって自分はおかしいんじゃないか違うんじゃないかっていうね、ところで、そういう言葉があったときに、あ、自分はこういうグループの人間なのかもしれないって知ることで落ち着くことがあるんだって。だからさっき言った、まあちょっと究極なニューヨーカーの例は、ほら、トランスジェンダーのレズビアンみたいな。でもトランスジェンダーのレズビアンっていうのもいるんだなって思うと、あ、自分はそうなんだって思えるけど、その存在、その言葉を知らない間は、もう自分が、おかしいんじゃないかって言って、本気で悩んじゃうんだって。I wouldn't be surprised. だって体も変えて女性なのに女性が好きって言うだけでも、レズビアンなだけで気持ち悪いのにとかさ、言われちゃうわけじゃない？で、その人のね、なんか、しかわからない、なんか葛藤とかいろいろあるんだろうなと思って。でもそのね、男の子のさ、ちょっとこう、ドレスを着たりしてるのに、本気にさ、その子、お兄ちゃんもいるんだよね。でお兄ちゃんもすごい男の子っぽい。綺麗な顔してるんだけど、男とし、なんかサッカーとかやって男らしいんだよね。やっぱこう、弟と比べちゃって、もうなんでそんな格好して気持ち悪い、やめてみたいなことを言うとさ、どうなのかな。でも、なんか、私たちは別にね、好きでやってるからいいじゃないとか言って、言うんだけど、もうお母さんがもう無理っていうさ、本当にやめてって、本当に怒り狂ってたから、いや、この子、どうなるかなってさ。Well, he may feel a lot of stress. そう。And especially the older he gets. If he keeps in this, if he keeps this feeling, he's going to find himself in a lot of stress. でね、And so is his mom. で、それでね、そのお話をセッションした彼に聞いたときに、例えばその大学に行ったときにさ、卒業するときに女の子はみんな袴を着るのね。Right. でも、袴は絶対着ないと。で、自分はスーツでいいって。でもスーツも、彼の中ではギリギリレディースのスーツ。もうレディースのスーツじゃなくてメンズのスーツが着たいんだけど、もうギリギリ、レディースのスーツを着て、電車に乗って卒業式に向かう途中に、大学のほら、女の子たちは袴を着てるじゃない。で、それを見てお母さんがね、泣いたんだって。ああいう風になって欲しかったみたいな。で、その20歳の時にも、お願いだから着物を着てくれと。で、彼も相当苦しかったんだと思うんだよね。で、自分の親もその受け入れられない。受け入れてもらいたいけど受け入れられないってなった時に、もしかしたらさ、その教室やってる先生がさ、いいんじゃないっていうその一言で救える子供もいるんじゃないかなと思うわけよ。ということは、やっぱり先生もそういう、なんていうのかな、いろんなことに対してオープンになるっていうのはとても大事だよね。You need to think from different angles. そう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 。And if you do that, then the restrictions don't apply anymore. だからなんかほら、私もさ、いつもこう、ゴールを作るときに、究極のすごく大きな、ベイブでいいから大きなゴールを持つといいって話をよくするじゃない？で、私の中でよく言ってるのは、教育はその子が幸せになるためのものって。で、それがあったらさ、もうそんな、どうでもいいじゃん。その子が幸せになるために何が手伝えるだろうっていう、先生として。っていうような視点を持てばさ、やれることも変わってくるじゃない？その子がどうしたら幸せに生きていけるかなって。で、一応こう、仕事として英語を教えてるわけだから、英語を使ってこの子はどういう幸せを得られるんだろう、幸せになれるんだろうってことを考えると、教えることってだんだんこう分かってくるっていうか、変わってくると思うんだよね。
まあ、ちょっと話変わっちゃったんだけど、でも結局大事なことだった。先生としてね。そう。オープンで、ニュートラルな状態でいて、その預かっている子供たちが、どうしたら幸せになるんだろう。その子の人生において自分のある、短いかもしれないけど、そこに関わったことによって、この子の幸せにどういう寄与ができるんだろうってことを考えられる、やっぱ教育者であってほしいね。ただただ英語を楽しく教えてますっていうんじゃなくてね。そうそうそう。There's a lot more potential そう。as a teacher. 本当。If we can do a lot more than that. All right, shall we knock it on the head? 今日コーチング演習で全く同じことを話してました。おー、シンクロ。いいですね。いいですね。We will be back next week, same time. そうだね。来週多分大丈夫です。Thank you for joining us. Thank you for keeping the chat box alive. なんか話がとっちらかっちゃったね。まあいいか。Please send us things to talk about. If you really want, I wonder what Matthew and Hiromi think about this topic, or I wonder what they would say about this topic, or 何でもいいです。anything. ありがとうございました。フルで生で聞けてよかったです。いつも後から聞いてくれてるんですよね。Yes, we appreciate your input and your ideas, and it's always great fun to be with you every Thursday. Thanks for joining us again this evening. Stay safe out of the typhoon's way tomorrow and Saturday, and we'll see you next week. はい。まだね、申し込み OK なんで、戦果の方も興味があれば、ぜひお申し込みください。で、もし知り合いの方で、受けた方がいいと思うとか人があれば、ご紹介いただけたら嬉しいですし、リピーターの方も修了生の方も初めての方も、ウェルカム。Welcome. Please take advantage of this great opportunity. 日曜日ね。日曜日が、ベーシックスをやります。ので、ぜひ、はい。またそこでお話ししたいと思います。Good night! ありがとうございました。Thank you! おやすみなさい。いや、そうだよね。いろいろあるよね。いろいろある。だからね、子供たちに知ってもらいたいことがたくさんある。でもそういうのをやっぱり入れていきたいよね。英語教育にね。そう。いや、でもね、すごいいいきっかけをもらったかな、私。How did you get hold of that advice, that seminar? 私の共通の知人が、新潟にいて、その子からお話をもらったの。でもその人は、実は、私の知り合いから紹介してもらったらしいんだけど、まあ結構、なんか繋がってて。で、今その人は、養子をね、アダプト、child とかやって、今、ストラグルにして、いろんなことをチャレンジしてるんだけど、すごくいい人なの。いつもその子供たちにどういうことを伝えたいかっていうのをちょっとね、たまに情報とか交換してたりするんだけど、たまたまその生のね、トランスジェンダーの方っていうのは知ってるけど、直接私そんな質問したりすることがなかったから、ほら友達としてはあったけど、直接その実際のところっていうのを聞くことがなかったから、ぜひそれは話を聞いてみたいと思って。そういう友達いないね。いないでしょ？ほら、ゲイはいたじゃん。何人かな？そう、ゲイとかはいるけど、トランスジェンダーで手術をしてっていう、しかも、フィメールとメルね。F2M。すごい。F2M は私初めてだった。男性から女性は結構見たことあったけど、そうだ、いい機会だったね。Good night! ありがとうございます。Thank you!